皆さんごきげんよろわしゅう。釣りの動画を見たりしてると、バスとのファイト中にワームが飛んでったりするシーンがあったりしますね。普通にワーム飛んでっちゃったとか、ワームだけ盗まれたとか笑ってコメントしたりしてますけどね。あれって要はワームを湖に捨ててるわけですよ。パッケージからワーム取り出しておもむろに湖に投げ捨ててるのと同じことなんじゃね。自然の中で釣りを楽しむものとして最低限ゴミを捨てないっていうのはスタートラインだと思うわけで、それをクリアしてからセッティングがどうだとかワームの動きがどうだとかを語ろうよと思うわけで、とは言っても実際問題ワームが飛んでっちゃうことはあるわけで、それでも極力ワームを飛ばないように努力はしようぜ。細長いロングワームとか脆い素材のワームとか水の抵抗を受けやすい形状のワームとかは特にね。ってことでまずはワームをちぎれにくくしてロストを減らすデコイのワームホルダースプリングタイプの紹介。こんなコイル状のワームホルダー、これが4本入ってお値段250円前後。付け方はこれをグリグリ回して適当な長さ挿入して、あとはニッパーで切ればおしまい。ラバージグにワームをまっすぐ刺すって行為よりは全然簡単。ラバージグにまっすぐ刺すってのが難しすぎ、未だにできん。ワッキーの場合はこんな感じ。要するにフックを刺すとこにこれをあらかじめねじ込んでおけってこと。なんならワームの頭の先から尻尾の先まで全部ねじ込んでおけ。ワームホルダーの仕組みとしては、フックが刺さる部分にコイルを入れて負荷を分散させてワームが避けるのを防ぐってのと、避けてもフックにコイルが引っかかってワームが飛んでいくのを防ぐって代物。再利用する場合は短くなっているので手で持つのは厳しいので、ペンチなりでワームホルダーを固定してワームの方を回転させてねじ込むってのがやりやすいかなと。ノック式ボールペンを分解してスプリングを調達。そのままだとスプリング幅が狭いので 3,4 ミリ間隔になるように引っ張って伸ばします。あとはこの部分をカットすれば完成。ワームホルダーにも難点があって、家ならまだしも湖とか現場で装着しようとすると細かいパーツなので見づらいし、落としたりしたもんなら見つけるのに苦労するってところ。再利用するって場合は特に小さいので剥げるぐらいのストレス。なので家である程度の本数のワームにあらかじめ埋め込んでおきたいんだけど、そうなるとすぐにワームホルダーが足りなくなるわけで、かといって大量購入するのもなぁというお財布事情。そこである程度使い勝手悪くなるけど自作で大量生産するかってなるわけですよ。必要なのは 0.4、0.5 ミリ程度の太さの針金。他の太さも試したけどこれぐらいの太さがベスト。ワームホルダーの輪っかの大きさはボールペンのバネと大体同じ大きさだったので、それぐらいの大きさで輪っかを作っていけばいいわけ。ってことでボールペンの芯を用意してスプリングが装着されていた部分に針金巻きつけてある程度の長さまで作成すれば完成。当然弱点はスプリングじゃないので押したら潰れちゃうところ。まあ引っ張れば伸びるけどね。あとは誤って指に針金刺しちゃうと意外と血が出ること。血が止まらずにしばし撮影中断したよ。差し込みやすさはワームホルダーとさほど変わらず。ワームホルダーには遠く及ばないけれど質より量が欲しいんだって方はお試しあれ。